もこんにちは。漫画感想の時間だよ。今回はこちら、片田舎のおっさん、牽制になるただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない件。アニメと漫画と小説とありますけど、漫画が一番面白いって言われてますよね。まあ何が面白いかは人それぞれだけどさ、私としては漫画はとても面白いのよ。やっぱりなんといっても主人公のベリルがかっこよく描かれてる。小説のイラストもまあいいっちゃいいんだけど、やっぱり漫画のベリルがかっこいいんだよね。なんかこう静と動がすごくうまく描かれていると思うんだ。激しい動きがあるのに突然ピタって止まる瞬間があるの。そうするとどうなるかっていうと目線が止まるのよ。あ、作者はここを見せたかったんだなってビシビシ感じるくらいに。見せるを見せるっていうくらいには先輩なんかこだわりがあるんですね。うるさいな。まあともかく今回はそんなかっこいいシーンを集めてみたからね。巻き藁をぶった切ったシーンだね。ちょっと試してみてくださいって剣を渡されたベリルが実際に巻き藁を切ったら、切った巻き藁が切られた巻き藁の上に乗っかったままっていう。それだけ無駄がない恐ろしくすごい斬撃だったんだ。刃筋が通っていたってことですね。そうだね。切る方向に対してまっすぐ刃が向いてないとブレてしまってちゃんと切れないどころか、場合によっては弾かれたり変に刃が滑ってしまって自分の足を切っちゃうこともあるらしい。物知りですね。あとこのシーンさ、直前までアリウシアとリサンデラがギャーギャーうるさくてベリルちょっと疲れてたりしてたんだよね。生地2人がすごい有名人だったばっかりに変に注目されていたっていうのもあるみたい。けど剣を持った途端ピタッと静かになるの。少なくともベリルの中ではまるで時が止まったみたいに。そしてそこからのこれ静かでしょ。この緩急の表現がさ、もうかっこいいのなんのって。わかりましたよ。かっこいいですね。さあ次行きましょう。騎士団の指南役になっちゃって、けれど見た目がいかにも冴えないおっさんなものだから騎士団の副団長に喧嘩を売られちゃったんだよね。本当にお前は実力で指南役なったのかって。団長であるアリューシアの師匠の立場を利用したんじゃないのか。でね。で実際に立ち会ったところ、完膚なきまでに叩きのめされるってことですね。そうそう。このシーンはちょうどさ、この副団長ヘンブリッツの必殺技、回避も防御も不能の回転斬りを完全に見切ってかわしたところなんだよね。しかも、後からその術理までも感化されて、その上でアドバイスをくれるという。私はそれよりも副団長さんの私は何度死んだが印象的でしたね。何度も挑んではボコボコにされて、もしこれが訓練でなく勃剣ではなく真剣だったらどうなってた？なんかああいうのがよりベリルさんの強さを印象つけてるのかなって思うんですよね。なんかやたら強い魔法使いにいきなり襲われて迎撃するとこだね。ちなみにこの魔法使い、戦いの最中は自分の正体を明かさないままだけど、実は魔法師団の師団長、いわば王国最強の魔術師なんだわ。そんなの相手に全く引かず、むしろ善戦してる。名前はルーシーでしたっけ？見た目は10代半ばくらいだけど、実は結構なお年寄り。いわゆるロリババア枠だよね。40歳くらいになるとその良さが分かってくるらしいですよ。いや知らんけど、この戦い自体は結局決着はつかない。ロリババアのルーシーはまだまだ隠し玉を持っていそうだし、けれどベリルもまだまだ余裕がありそうではある。でも正直ルーシーの方が底が知れない感じはしましたけどね。そもそも王国最強の魔術師と戦って、しかも通常なら危ないから使うなって言われているような魔法まで使わせて、それでピンピンしてるベリルの方がおかしいんじゃないかって話だけどね。ベリルの弟子の一人、スレナとの戦いだね。スレナは今では冒険者の最高峰ブラックランクを持っていますから、スレナと戦って互角ということはベリルにも最強冒険者を名乗るだけの資格があることになってしまうわけですね。まあ単純に冒険者として最強と言っていいかどうかはまた別の話と思うけど、さてそんなスレナの最大の武器は無尽蔵の体力。傷を再生する力を持つドラゴンに対して傷の再生を上回る速度でドラゴンが失血して力尽きるまで一晩中切り刻み続けたっていう逸話がある。そんなスレナに対してベリルがどこまでついていけるかっていうのがこの戦いのポイントだった。けど
けど、確かにベリルは体力的には全然スレナにはかなわないんだろうけどね。そこはやっぱり経験の差というか、見事相手の体勢を崩してこのように追い詰める。おお、ここもさ、画面が静かだよね。ここに至るまではすごい目まぐるしいアクションシーンだったのよ。それがこの戦いの最後の数個までピタってベリルの強さと余裕さ、そして格の違いを見せつけてくれた感じがするんだよね。私は個人的にはスレナのセリフモノローグが印象に残ってますよ。ああ、お願いです。どうか倒れないで、私ごときに敗れないでください。まだまだあなたにははるか先にいてほしい。弟子の願いとそれを望み通りというか、あっさりとまだまだ高みにいることを示す師匠の図。この関係性というか、なんかそういうのにしびれましたよ。わかる？ベリルがスレナや他の冒険者と共に探索に出かけた際に、ちょうど運悪く特別討伐指定個体の魔物に遭遇してしまう。怪我をしてしまった仲間を逃がすため、一人でそれを止めていたわけだけど、あわややられるというところで、スレナから武器を投げてもらって間一髪、相手の足をぶった切ってやったところなんだ。これはほんと危なかったですよね。もう半分諦めてましたよね、これ。だね。これは、まあ、ベリルがかっこいいというのもあるけど、急いで駆けつけたスレナが一瞬でベリルの意向を組んで、とっさに剣を投げたっていうところも、なんか、とてもグッとくるんだ。そして、二人で協力して敵を倒す。師匠と弟子が力を合わせることで、その戦闘力が2倍どころか5倍にも10倍にもなるという。さっき紹介してもらいましたけど、ちょうどこの戦いの前にも2人が戦っていたわけじゃないですか。さっきそうやって戦った2人が今度は共に力を合わせるっていうのが本当にいいですよね。あとは地味にお互いがお互いの戦いに能力に驚いてるところとか好きです。ベリルは自分の後ろにいたはずのスレナがいつの間にか追いついてきたそのスピードに驚いていて、スレナはベリルの見切りの速さに驚いているんです。ベリルの向かう先が安全だとわかるって。ああ、わかる。こういう地味なカットが余計に二人の強さを理解させてくれるよね。お互いの強さを認め合ってるっていうのもそうだけど、相手がすごいってところをちゃんと見れているっていう凄さ、強さ、こういう描写の積み重ねだよなって思うよね。あとはやっぱりここだよね。教会の騎士シュプールとの一騎打ち。もうこのシュプールっていうのがめちゃくちゃ強い。というか、これまで散々ベリルの強さを見せられていたからなおさら、ここまでベリルを追い詰めるのかっていう感じで。というか、この戦いのシーン、ちょっと謎なところありません？ほら、こういうところとか、ベリルさんに穴が開いてるんだけど、次のコマでは開いてないんですよ。これってどういうことですか？幻影でも見てるとかでしょうか？いや、これってシュプールの攻撃が本来ならこういうダメージを与えていたってことなんじゃないの？シュプールの想定ではベリルにあれだけ穴を開けてるはずだった。けど、それをベリルはことごとくかわしていたんだ。それどころか逆にシュプールは足に致命的な一撃をもらっていた。ガクンってなってましたもんね。いつだったかな、アリウシアが言ってたよね。ベリルの強さはその見切りの力だって。シュプールさんの必殺の剣を見切っていたってわけですね。多分ね。多分。もしかしたら違う解釈もあるかもしれないから、まあ、その辺は人それぞれってことで。そういえばベリルさん、笑ってましたよね。ああ、ここ？ですです。強敵に会えて楽しいって感じなんですかね。だね。きっと、とことん剣に生きる男なんだろうね。魔法師団の元エースであり、現バルトレーン魔術師学院の教頭、ファウステスとの戦い。ずいぶんおじいさんですよね。おじいさんがめっちゃ強いのはなんか嬉しくなりますよね。からくりサーカスのなるみの師匠さんとか、ハガレンの総帥さんとか。あとは玄海とか、女だけど。わかりますわかります。まあ、漫画の最強老人談義は他でするとして、こっちのおじいさんもなかなか強いよ。粘土術っていう魔法を得意としてて、触れずして地面を波打たせたり、石畳をまるで鞭のように鮮やかに操って攻撃したりする。なんていうか、ほら、ガンダムのニュータイプとかがよく使うオールレンジ攻撃みたいな。上からも下からも前からも後ろからも、とにかく360度どこからも攻撃が来てどうやってもかわせないみたいなのあるじゃん。シャリアブルさん強かったですもんね。
あのシャリアブルはちょっとイケメンになりすぎだと思うけど、シャリアブルにはもう少し枯れててほしいし、ザビ家の兄弟たちの狭間でちゃんとオロオロしててほしい。そういうちょっとマニアックなのは置いててくださいよ。それにしても今回の勝ち方はスレナとの戦いに似てましたよね。上に放った剣を利用して相手を制するみたいな。確かにそういうの得意なのかもしれないね。というかよくよく考えると、主人公のベリルだって十分老人じゃん。むしろ老人じゃん。確かにそういえばそうでした。ちなみに私がこの戦いで好きなのは、ファウステスとの戦いの後、次どうすれば勝てるのか一人でブツブツとやってたところです。ああ、これね。一応この戦いもベリルの勝利ではあるけど、課題も多そうだったもんね。剣を頭上に放って奇襲みたいな感じでかろうじて勝利したわけだけど、そんな運要素が強い戦い方に頼るのはベリルとしても不本意だろうし。勝って兜の尾を締めるみたいな感じなんですかね。とりあえず戦いのシーンばっかり集めてみたけど、いやこうしてみるとベリルってずっと戦ってるね。実はこの漫画半分くらいは戦いのシーンなんだよね。まあ戦いの漫画ですから。そうだけどさ、最近のナロー系の漫画って戦いの描写結構あっさりしてるの多くない？早く展開を先に進めようというのもあるだろうし、戦いの描写よりハーレム描写の方が喜ばれるみたいなのもあるかもだけど。まあそれはあるかもですけど、その辺、この片田舎のおっさん、牽制になるは戦いちょい多めだけど、全体的になんかいいバランスだなって思うんだよね。ちゃんと戦ってる。でも変に戦いは引き伸ばさない。だからテンポよく読めるし、引き込まれる。ですね。ではでは今回はこの辺にしておきますか。次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。